ち側はほんといい感じ。生バター焦がし気味にしたら大丈夫。全然違いますよね。このテカリっすね。はい、ということで今日は鶏胸肉の焼き方について少し解説していきたいと思います。いやー、鶏胸肉ね、やっぱり繊細ですよね。しっかりとね火を入れるとやっぱどうしてもパサパサになってしまう。でちょうどいい火入れっていうのを狙っていくと、火が入ってるかどうかがなかなかわからない曖昧な部分で仕上がっちゃったりとか、料理人でやってても難しいなってやっぱ思うとこあるんですよね。で日々鶏胸肉その他お肉もろもろ火を入れてるプロの目線で、これはアウト、これは OK だろうというような感じで2つにね分けて火を入れようと思います。それじゃあやっていきましょう。最初にやっていく方法は、普通に火を入れてカットはしてみたものの中が生だったっていう、割とやってしまいがちなパターンでいこうと思います。これはスーパーに売ってる国産の鶏胸ですね。ドリップがあるんで紙で水気を取っておきます。全体に軽く塩。どの段階で塩するかっていうのもねまた一つポイントではあるんですけど、今回は最初にしましょうか。こんな感じですね。そこまでそんな大した下処理も、しないままいきますか。はい、じゃあフライパン用意して焼いていきます。で火加減は割と強火寄りですね。オリーブオイルで胸肉入れていきます。それで強火なんで結構フライパンからもう湯気が悶々と出てますね。焼き色も結構ついてきた。じゃあひっくり返しますわ。さっきだいたい皮目1分ぐらいはしっかりと焼いてたと思いますね。でまた身の方も同じく1分ぐらいは焼きましょう。で1分ぐらいまた焼いたんで、もう一回ね、皮目の方も焼いていきます。さすがにねひっくり返して1分じゃ火は入らないですからね。よくお肉とか触った時に反発してくるぐらいがいいって言いますけどね。それもね感覚なんで意外と難しかったりしますけど、見た目的には結構もう火が入ってきたなっていう感じがしますけどね。いやー、こっち側はほんといい感じ。皮の方はパリッとしてて美味しそうで、これで終わりにしましょうか。もうねだいたい6分は焼きましたからね。引き上げます。比較的温度高く焼いたんで、お肉自体はねキュッと収縮してるんですよね。なんで触ってみると、割と反発なくもないかなっていう、全くブニブニじゃないし、これぐらいの反発だったら火は入ってるかもなと思ってしまいがち。ちょっとこれでねカットしましょうか。生、これでもかっていうぐらい生肉ですね。中が、外側はねしっかり白くなってきてる。水分飛んでちょっとパサついてる感じですね。でも内側はでもね結構ぬくい。なんならあったかい。から心温計とかステンレスの針とかで温度チェックとかしたら、意外と温度上がってるじゃんっていう風になってしまいがちなあったかさだと思います。こうやって触ってみるとね。でね、この透き通ったような色、ロゼでもない、これだと厳しいっすよね。叩きかっていう感じですね。とにかくこの色は、めちゃくちゃ生です。はい、ということで今回は少し丁寧に火を入れてちょうどいい具合に仕上げるっていうのをやっていきたいと思いますね。同じ鶏胸肉です。やっぱねさっきの鶏肉はね下処理もそこまで丁寧にやってなかったし、火加減っていうのもそこまで気を使ってなかったから、水分っていうのが非常に表面をね蒸発してて、周りがパサパサになってたっていう感じですね。っていうところを踏まえて、次のこの工程やっていきましょうか。
こうやっぱドリップがね溜まってたりして、それが臭みの原因になったりしてますから、それをねしっかりと、ペーパーで拭うっていうのは重要なんですけど、それだけだと取りきれなかったりもするので、50度ぐらいのお湯とかで洗ったりするといいです。ここですね。でこんな感じで20秒から30秒もつけておけば匂いは取れると思います。このまま引き上げて作業入ってもいいんですけど、これだと少しこう火入れが進行しちゃったりするので、より丁寧にやるには氷水とか用意して温度を下げておくといいと思います。でこれもそんなに中までキンキンに冷やす必要ないですから、トマトの湯むきみたいな感じです。表面がさっと温度の進行が止まればもう引き上げてこう拭っちゃって大丈夫ですね。これでその最初のネガティブな香りっていうのは割となくなるんじゃないかな。お店で使う鶏肉は割と鮮度がいいものも多いんで、あれをねやる必要は基本的にはないんですけど、個体差ありますからね。たまにちょっとドリップが結構出てるなとか、匂いがちょっとあるなっていう場合にやるといいかもしれないです。でスーパーの鶏肉は、割と結構やってもいいかなっていう、個人的には。で、下処理なんですけど、大きく分けてこっちの島とこの上に少しかぶってるというか、かぶり気味になってるこっちで、ちょっとね火入れ具合とか変わってくるんで、今回は外しましょう。外さない火の入れ方もあるんで、今回の動画一つで全て伝えるっていうのはなかなか難しさっていうのはあるんですけど、この部分ですね、ささみ側です。これは外しちゃいます。ここにねちょっとね分厚い筋あるんで、なるべくカットします。逆さ包丁でちょっとねこれ内側まで入り込んでたりするんですけど、あんまり追っかけなくていいです。こんなもんでさっと取ります。で一応なんか筋とかなんか血管とか走ってるところないかなって確認して、ちなみにささみの方もちょっと筋張ってる部分あるんで外します。鶏胸肉ってカモとかハトとかフランス料理とか特にいろんな鶏火入れるんですけど、これ絶対にどれもそうで、厳密に言うとね厚み違うんですよね。見てわかると思うんですけど、こうなってってますよね、斜めに。もちろん厚さが均一の方が火は均等に入りやすいんで、厚さは揃えたいです、できれば。ただ形をね、こういったこの鶏の形っていうのを重要視したい場合は、あまりこれはいじれないので、極力同じように火が入るように配慮するしかないかなと思ってますね。いろいろありますよね。ここの厚さがあんまり変わらない部分で落として、2つに分けて火入れたりとか、ラップでくるんで厚みをよりギュッて出して、火を入れたりとか、いくつかあります。今回はこのまま火を入れていきます。皮はね、焼いた時に縮まないようにちょっとあらかじめこう穴を開けておきます。何箇所か。それでまず砂糖を振ります。重さによってもちろんねこの砂糖の量って変わってくるんですけど、だいたい10から 15g ぐらいで十分かなって思ってます。そこまでねこの砂糖は甘くはならないですね。塩みたいにがっつり味が浸透していくわけじゃないので、塩ほどね粒子が細かくないですし、目的はそのタンパク質と水分をなるべくこう一緒にするというか結びつけることによって、外にねこの鶏肉の中にある水分をなるべく外に出さないようにすることが目的です。とはいってもね砂糖もこう浸透圧あるんで水分は多少出てきます。で数分もすれば結構水分出てくるんですよ。映像でわかるかな。この水分は必要かなと、外に出すのは。火入れていくとやっぱどうしても、最低限水分は外に出るんで、砂糖しておかないとより水分というのは外に出るかなと。それをねこう砂糖がなるべくコーティングしてくれる役割かなって思ってますね。これも水分また拭っておきます。でそれで次がブライン液。ブライン液って多分もう結構いろいろ YouTube とか調べると出てくると思うので、そこは割愛するんですけど、フランス料理だとソミュールって呼ばれたりしてて、塩と、砂糖、あとは、お好きなハーブ入れたりして
食材に水分と香りっていうのをしっかりと、まとわせるっていう役目ですね。あと味ですね。下味。大体これ 600g の水に 30g ぐらいの塩ですかね。言っても下味やっぱ染み込ませるんで、そこそこの塩は使います。唐揚げとかでねやるとすごい便利ですね。こんなジューシーになるんだみたいな。レストランとかでは青魚とかで結構使ったりします。今回はそんなにハーブ入れたりとかしなくて、ほんとシンプルに塩だけでいくんですけど、しっかりと溶かし込んでおきますね。こう攪拌して、それでさっきの鶏肉入れていきます。鶏胸肉はやっぱりこう油分も少ないから、ほぼほぼねこう柔らかく仕上げていくのって難しいんですよね。とにかく水分をまとわせていく。それ以外にあまりこういった小細工しないでシンプルに鶏胸肉を焼いてしっとり仕上げる方法って、それこそ丸のまま火を入れたりとか、骨がついてる状態だと結構骨をメインで火を入れてって、骨がガードしてくれるんで、エキスとかもね流れ出ないように火を入れることができたりするんで、そういう場合はこういったことはしなくても比較的ジューシーに仕上がると思います。あとはもちろんできてすぐ食べるっていうのは大前提なんですけど、いくつかねやっぱ方法は限られてくるのかなっていう、そのうちの一つですね。あくまで例えばこれ昆布とかね入れて旨味をさらに足しても美味しくなると思いますしね、結構アレンジはしやすいかなと思ってます。これはこのまま常温で僕は今回は放置するんですけど、あったかい時期だったら30分ぐらいで十分かなと。で寒い時期だったら 2,3 時間ぐらいですね。で冷蔵庫で保存していくっていう場合は一晩、そんな感じでざっくりですけど分けます。じゃあこれで水分と塩味が染み込むのをちょっと待ちましょう。で、漬けてる間にもちょっとやっちゃわないといけないんですけど、野菜のブイヨンですね。流れとしてはブライン液につけてる鶏肉引き上げて、一旦この野菜のブイヨンの中で軽く煮ます。で最後そこから仕上げで焼くっていう流れですね。野菜のブイヨンはね、特にこの野菜たちを直接食べるわけじゃないんで、なるべくしっかり無駄なく使いたいですね。繊維に逆らって味が出やすいようにカットします。人参も極力味が出やすいように細かめにカットします。セロリがあればセロリとか加えていただいてもいいですし、今回みたいに玉ねぎと人参だけでも全然大丈夫です。鍋の中入れちゃいます。しっかりと野菜が泳ぐぐらい水入れて、で冷たい状態からじっくりと沸かしていきますね。それで野菜の香りっていうのをちゃんとこの水に移していく。最初から温度が高い状態で野菜入れちゃうとあんまり香りがね移んない気がするんですよね。で軽めの塩、これは野菜の甘み味引き出すための気持ちの塩っすね。で大体温度上がってから30分もすれば野菜の味っていうのはしっかりと水に出てくると思うんで、今回で言えばブライン液につけてる間に作業するのでちょうどいいかもしれません。ローリエも入れておきます。これでだいぶこの野菜の香りっていうのがね際立つと思いますからね。ちょっとね乾燥ローズマリーやったんでちょっと入れておきます。で沸いたので少しアクとかが気になったらすくって野菜の味を出していきましょう。野菜もねちょっと透き通ってきたんですよ。これでだいぶ味が水に移ってきてるんで、こんな感じでこうね網のグリルとかでそこに直接この後入れる鶏肉が触れないようにしておきます。で鶏肉ですね入れちゃいます。で温度はもう火がつくかつかないかギリギリみたいな、僕ちょっと IH なんでとろ火っていうモードがあるんで、お肉入れて温度が下がらない程度にしておきます。で鶏肉をねこう紙で巻いてる理由なんですけど、この野菜たちがこう周りにねまとわりついた時に取り除くの邪魔なんで紙でくるんでます。けど別に気にならないっていう方はそのまま入れちゃってください。で大体10分ぐらいですね。野菜の出汁の中で鶏肉にねしっかりと香りを移すことによって、本来の鶏肉のネガティブな香りっていうのはもう一切消えてくんで、これはね非常にいいやり方の一つかなと思ってます。プラス
ブライン液につけて水分しっかりと含ませて、さらにこの野菜の出汁の中で水分を逃がさない含ませながら、追い水分みたいな感じですよね。で茹でていくんで、今ね鶏胸肉の中には僕の想像なんですけど、かなりこう保水性たっぷりな状態ですね。プルプルの状態というか、これぐらいになってきたら最後フライパンで焼いても水分っていうのはもう全然逃げない。多少逃げても全然まだ中にね水分がしっかりあるような状態になるかなって思ってます。さあ10分経ったんで引き上げます。ここで野菜がひっついてくるんですよね。で、紙から外すとだいぶいい感じに張りツヤがある状態ですね。弾力はというと、さっきのちょっと生焼けだったやつとそんなに大きな差はないですね。なんならちょっとこっちの方が柔らかく感じるかな。フライパンで焼くにあたりしっかりと水分は拭っておきます。ここでね水分があると焼き色つけるときに邪魔になるんで、普通にオリーブオイルだけでもいいんですけど、鶏肉って動画の最初の方にちょっと話したと思うんですけど、どうしてもね油分少ないんですよ、お肉の中に。脂質がやっぱだいぶ抑えられてるんで、しっとりした感じ、ちょっと美味しいなっていうジュワっていう感じを演出するには、おすすめの一つとしてバターで仕上げていくっていうのがありますね。フライパンの温度をしっかりと上げてバターでやっていきましょうか。これ絶対バター使わなきゃいけないわけじゃないですからね。さっきもお話ししたようにそれは選択肢の一つなんで、作る方が選べばいいと思います。ちょっとねこう焦がしバターにしましょう。で仕上げ、最初比較的強火にしてバター焦がし気味にしたら、あとは中火、弱火寄りの中火に落として、このバター焦がしバターのこの泡ですねが生きる状態にして仕上げます。でなるべく皮の方主体でいいんじゃないかなと。均等に焼くためにはね、なるべくこう頻繁にひっくり返した方がいいと思うんですよ。こういう風にこっちでね皮の身の方もしっかりと焼いてでやった方がいいとは思うんですけど、あんまり身の方を焼きすぎるとやっぱ硬くなったりしがちなんで、なるべく皮メインですね。散々水分吸わせてきたんで、最後に足りない香ばしい感じです。焦がしバターでそこをしっかりとプラスしてあげる。さっきのささみの部分、これもちょっと焦がしバターの香りまとわせましょう。でもね、焼きすぎちゃうとせっかく茹でてしっとりしたこの食感っていうのが台無しになっちゃうので、もう1分から1分半ぐらいこれで大丈夫。はい。でいい感じにね香ばしい色がこう移ってきたんで、これで引き上げましょうか。でここで実際どれぐらいちゃんと入ってんのか確かめる術ってなかなかないと思うんで、こういうステンレスのピックとかがあればちょうど高さの真ん中ぐらいに刺して、そうですね8秒ぐらい待っていただいて、下唇の下ですね、顎とちょうど間ぐらいに当てて、温度が結構熱くなってきたなっていうぐらいだったら OK だと思います。もしくはね心温計で測ったりするのが一番間違いはないかもしれないですけどね。じゃあ同じように真ん中でカットしますか。おー、ドンピシャドンピシャでござんす。このテカリっすね、すごいジューシーさが伝わりそうなテカリ。こう水分がじわっとね断面から出てきてる感じですね。でちょうどよく入ってんすよこれ、火が。うっすらこうもともとピンクだったのねこの人みたいな、さっきまでピンクでしたっていう肉眼で見るとね、そのなんとなく淡いなんとも言えない感じです。並べてみるとねもう全然違いますよね。でこっちはやっぱ中がね叩きみたいな感じで、これはちょっと食べるのしんどいですよね。ちょっといただきましょうか。うまっ。この味の乗り方やっぱ半端ないですね。そしてこのみずみずしさ
すごいジューシーに咀嚼を楽しめる。やっぱこうだと楽しいっすよね。鶏肉は最初砂糖で保水性高めてるのが効いてるし、ブライン液で味染み込ませて、でその後野菜の出汁で香りを移して、最後バターで香ばしくっていうね、この一連の流れが全部いいように詰まってますね。これはいいよ。これはうまい。もうこれただ切って出すだけでもうまいっすね。柔らかいんですよ、とにかく。はい、ということで、鶏胸肉の焼き方でした。今回紹介したのも一つ低温調理のやり方だとも思ってるんで、参考になればなと思うんですけど、やっぱ鶏胸肉ってね、繊細ですね。美味しく食べるのにはね、やっぱちょっと工夫と技術が必要になってくるのかなって思います。なかなかドンピシャなポイントをね狙うのって難しいですから、生焼けになっちゃったりもすると思うんですけどね、今回みたいな感じで工程を踏んでいくと失敗も少なく美味しく食べれるのかなと。やっぱり日々飲食店で美味しい鶏肉を出してるシェフの方々とかね、その他飲食の方々っていうのはすごいですね。ぜひね、皆さんも足を運んだ時は厨房の向こう側でそんな努力がねお皿の上に乗っかってるんだっていうのをね、ちょっとでも感じてもらえたら嬉しいですね。お家で真似するときはくれぐれも火の入れ方っていうのは気をつけてください。それじゃあまた次回の動画でお会いしましょう。アビアント。